ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の設計現場での学びを共有します。今の時代に必要な設計者としての考え方や設計実務に使えるネタをお話しします。今日は展開図は何のためにあるのかというテーマでお話しします。展開図って正直言って僕個人的にはですよ、めちゃくちゃ眠くなる図面なんですよねっていうぐらい単調な作業っていうか作業なんですよね。クリエイティブで頭をグワッて考えながら、もちろん全く考えないわけじゃないんですけど、他の図面と比べたら結構結果を書くみたいな作業に近いってことなんですよ。でね、じゃあなんで書かなきゃいけないのかなって僕も結構思うんですけれども、これを知っておかないとね、余計書きたくなくなっちゃうじゃないですか、この図面。なので今日は展開図の役割を知ってもらいたいなと思います。展開図には3つの重要な情報があるということです。これが今日の学びのポイントですよ。1つが高さ寸法を伝える図面ということ。2つ目が仕上げを伝えるということ。最後3つ目なんですけど、壁面、壁の面ですよねに取り付けるものを伝えるという図面なんです。要するに壁がね、どのように完成していくんだろうねっていうことを伝える図面ということなんで、意外と仕上げ的には重要ですよね、ビジュアル的に。で、この3つの情報をちゃんと、伝えなければ、展開図の役割を果たしていないということになります。具体的にはどのように、展開図を書いていくのかっていう話は、本とかにね結構売っているので、それは説明省きますが、ここではですね、書いておいた方が良いものをピックアップしていきます。まずは1つ目の高さ方向の寸法っていう情報ですけれども、これ絶対必要ですよね。必要です。他に高さ方向が書いてある図面がないからなんですよ。平面図も点部線図もですよね。で、横方向の図面はもちろん平面点部線って形で書いておいたり、他の図面もあったりしますのでいいんですけれども、高さはこの展開図とか断面図もそうですよね。展開図、断面図、立面図、この辺りで伝えないといけませんということです。次に2つ目、仕上げ記号を書いておきます。別に記号じゃなくてもね、具体的に PB12.5 の上、EP 日東校何々品番みたいな感じで、全部の箇所に書いてもいいんですよね。下地と塗装の種類、仕上げの種類、色品番といったような感じでいいんですけど、じゃあなぜね、仕上げ記号で書くのということなんですけれども、これはね、仕上げ変更がね結構起きたりするんですよ。で、それに対して素早く間違いがないように対応するためなんです。仕上げ記号ってマテリアルリストとか、仕上げ表に書いてあります。以前放送でもこの2つについては話してあるので、書き方は以前の放送を聞いてほしいんですけれども、展開図の仕上げ記号を変えずにですね、マテリアル表や仕上げ表の内容を変更すれば、展開図の仕上げ記号自体はね変更しなくてもいいということなんです。要は展開図は仕上げ変わっても変更しなくていいと。もちろんね、仕上げる場所が変わったり範囲が変わったら書き換えなきゃいけないけれども、一回デザインした、例えばこの、
クロスをもうちょっと明るくしたいなとかっていう感じであれば同じようなところを指定してますので、変更しなくても良いということになったりします。なので、例えばねこれを記号じゃない場合はどうなるかというと、平面図とか展開図とか他の図面に仕上げが記載されている場合があるんですよね。建具とかも。で一つの仕上げの変更で多くの図面をチェックする必要性が出てきます。むしろ全図面チェックするってことになるんですけれども、関係するものが。となるとね、どうしても人的ミスが発生しやすくなるので仕上げ記号を採用しているということです。そして最後、3つ目なんですけれども、壁面に取り付けるものってことなんですが、これはねテレビとかフックとか額アートとかインテリアをつけたり、あとはそうだなコンセントとかスイッチ、換気扇とか、要は設備関係も書いておくと親切ですよね。でもここまでね僕今話してみて思ったんですけれども、3D でモデリングした情報をねそのまま 2D の、展開図に変換した方が間違いなさそうだし、書くストレスもね減るだろうなって思うんですよね。 BIM とかってそうなってますけれども、他スケッチアップでもそういったすぐ展開図を書く機能があるんですよ。だから本当はねそっちに移行していくよねっていうのが今見えていることなんですが、さらにね、今言ったのは設計だけに限られてるんですぐ実行できるんですけれども、そもそも 2D の展開図にする意味ってあるってことなんですが、あるはあるんですよ。だからそれは現場監督さんや職人さんに伝えるためですからね。でもそれって職人さんとか現場監督さんが例えば iPad とかで立体的に簡単に見ながら高さ寸法とか仕上げとか壁につくものが確認できるような環境を整えれば展開図っていらなくなりそうじゃないですか。でこれはねちょい先の未来というかもう見えている未来ですけどね、技術の発展もうちょっと使いやすいとか現場の埃とかに対応しなきゃいけないとかいろいろ問題はあるにせよもう見えている世界ですよね、技術が発展するに伴って。でね、あとね職人さんとか作り手だけじゃなくて行政も変わらないと結構これ現実化しないんですよ。展開図を撲滅するっていうかなくすっていうのは、あるいは変換する、なくすわけじゃなくて伝え方を変えるっていうのはね、行政は紙ですからねまだね。という意味ではね結構行政ってなるとまだまだ先になりそうだなって感じですよね、日本はね。世界もそうなのかな分かんないですけど、ただ空間を作るという意味では見えてるってことです。やり方の変革は。今日はちょっと話は最後ちょっとずれましたが、展開図って何のためにあるのかというテーマでお話ししましたが、結論は高さ寸法と仕上げと壁につくものを伝えるための図面が展開図ということでした。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修しました、建築知識2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されています。去年です。お知らせをずっと忘れてました。すいませんというかダメですね。インテリアデザイナーを目指すのであればね他の本と違ってですねむちゃくちゃ実務的な本になっておりますので役立ちますよ。これはぜひ買ってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開の LINE グループに入っていただき、設計者施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうという感じでやっています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。